しかし、また振り出しに戻っちゃったな。決定的な証拠がないのだから、水かけ論になってしまうのは仕方あるまい。困ったな。何か見落としていることはないか？何でもいいんだ。見落とし、ですか。では、皆さんに一つお聞きしましょう。これまでの議論の流れ通り、犯人が最初からサメーマルさんを狙っていたとしましょう。今夜の事件、複数の他のプレイヤーが動いたことで見えにくくなっていますが、そもそも犯人は、本来どのような殺人計画を立てていたのだと思いますか？犯人の本来の計画？マミゾウさんやルーミアさんが殺人に動かず、サメーマルさんが個室に呼び出されなかった場合、ということですか？犯人はパーティーが終わった後でアヤの後をつけていって、アヤが自分の個室に戻ったところで殺すつもりだったんじゃないかな。会場の廊下とかじゃ誰に目撃されるかわからないもんね。だから私も個室の中でセイラを殺そうと思ったわけだし。個室まで後をつけていって。廊下に誰もいないのを見計らい、呼び出して殺す、ってところか？それ、ちょっとおかしくないかな？なんか変だったか？だってさ、アヤを呼び出そうとしても、そんなシンナなら警戒されちゃうと思うんだ。私なら、怖くてドアを開けられないけどな。そうか。確かに、君なら平気で開けられるだろうが。そっか、怪しまれてドアを開けてもらえないと。その時点で計画破綻すもんね。個室にいる相手を殺害しようと思えば、当然、鍵のかかったドアを開ける方法が必要になります。油断させた被害者にドアを開けさせるのは、体格で劣れる海アならではだし。マミゾウはマスターキーを使ってドアを開け、個室に潜んでいたわけだもんな。あれ、だとすると、犯人はドアを開ける方法もないのに、個室の相手を殺そうとしてたの？いや、犯人は解除手段を持っていたと思う。なんでそんなことが言えるの？事件当時の状況を考えると、犯人には時間的余裕はなかったはずだ。なのに犯人は殺人ばかりか、隠蔽工作まで行っている。ルーミアの能力が解除された直後、すぐに個室に向かうくらいでないと間に合わないはずだ。これは明らかに、解除手段を持たないプレイヤーの行動じゃない。なるほど、一理あるな。犯人がドアの鍵が壊されていることを知っていた可能性はない。セイガさんは事件を起こすためにいくつもの仕込みをしていました。誰かに鍵を壊したことを話していても、不思議はないと思いますね。それは、セイガさん本人に聞いてみるのが早いのではないでしょうか。どうなんですか、セイガさん。喋っていいんですか？そういえば、さっきからやけに静かだったな。議論に協力する気がないなら黙ってろ、って言われちゃいましたから。黙ってたんですよ。それで、どうなんですか、セイガさん。信じていただけるかはわかりませんが、私は誰にも話していませんよ。罠を張り巡らせるのが私の流儀。誰かに直接肩入れはしませんわ。ふむ。でも、犯人が鍵のかかったドアを開ける方法を持っていたとすると、それは一体どういう方法だったんだ？参ったっすね。すでに手詰まりだったのに、また新しい謎が増えちまったっす。ねえねえ、皆さん、
もういいじゃありませんか。諦めちゃいましょうよ。諦める？ねえ、皆さん、こんな風に考えたことはありませんか？希望を信じて共倒れになるくらいなら、絶望にすがって生き延びた方がまし。開いたと思えばそれですか。何が言いたい？皆さんで協力し、裏切り者を追い詰める。確かに希望に溢れた結末ですわ。でも、このままではそれは叶いそうにありませんわね。だからね、希望を捨てるなら、助けて差し上げますよ。助ける？だって？ご承知だと思いますが、私はこの事件の犯人を知っています。やっぱ知ってるんだ。そう、何しろ今回の事件を仕掛けたのは私ですからね。でも私としては、こんなところでゲームが終わってしまっては興ざめなんですよ。皆さんが望むのなら、この事件の犯人を皆さんに教えて差し上げますわ。真相にたどり着くのは、手品の種落としを望むのは確かに絶望的ですわ。でも、いいじゃないですか。こんなところで全滅するよりは、希望を隣に捨ててでも生にすがりましょうよ。だけど、これ以上続けても時間の無駄でしょう。完全な水かけ論じゃないですか。どうせもう犯人に繋がる証拠なんてないんだし。それは違う。と、思いますよ。犯人の特定に繋がり得る証拠品がないから、犯人を特定することはできない。それは違うんです。どういうことだ？発想を逆転させるんです。証拠品を何一つ残さなかったから、犯人を特定することができない。ではなく、証拠品を何一つ残さなかったことこそが、犯人の特定に繋がる決定的な証拠、なんですよ。だって、こんな状況で犯行が可能なプレイヤーなんて、一人しかいませんもの。それってどういうことですか？私に教えてください。